皆さんこんにちは。私は今神楽坂に着きました。神楽坂は東京にあります。今日はここからここまで神楽坂通りを歩きます。まずは外に出ましょう。ここが神楽坂通りです。見てください。サーモンフレンチラーメンって書いてあります。ラーメンにサーモン、初めて見ました。この通りの両側にはお店がたくさんあります。ここは和菓子屋さんです。和は日本という意味があります。なので和菓子は日本のお菓子という意味です。いろいろな和菓子が売っています。私はどら焼きを買います。子供たちへのお土産です。皆さん、どら焼き知っていますか？ドラえもんに出てきます。ドラえもんのドラは、どら焼きのドラです。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。ここはスーパーです。ここは本屋さんです。あれは銀行です。和風ですね。和風というのは日本風ということです。神楽坂には和風のお店がたくさんあります。あそこは文房具屋さんです。あのお店では夏目漱石が書いたメモが見られるそうです。漱石は有名な作家です。漱石の本の最初をこちらの動画で紹介しています。よかったら見てみてください。これは提灯です。夜は電気がつきます。提灯も和風ですね。ここは神社です。この神社の反対側の細い道が素敵だそうです。行ってみましょう。神楽坂はこういう細い道を歩くのがいいんだそうです。ここはガレットのお店です。
このお店は和風で素敵ですね。ここを曲がります。こっちの先はさっきの神楽坂通りです。ここはバーですね。ここはホテルです。レトロなホテルと書いてあります。この先はなさそうですね。戻りましょう。こっちに曲がります。これ、なんて書いてありますか？やってませんです。今、お店は開いていないという意味です。こういうのを石畳と言います。ここは石畳の階段です。このお店も和風ですね。このお店は電気がついていないのでやってません。夜開くお店です。神楽坂の夜も素敵だそうです。ここは電気がついているのでやっています。その隣の道に行きましょう。ここも道は石畳です。道の両側にお店がたくさんあります。はい、神楽坂通りに戻ってきました。これは風鈴です。いい音ですね。ところで、神楽坂の神楽は神様のための音楽という意味です。この漢字が神、これは音楽の楽です。音楽の場合、この漢字が音で、この漢字が楽で音楽と読みます。でも、神楽の場合はちょっと違います。この漢字2つで神楽と読みます。こっちがか、こっちがぐらとか、こっちがかぐ、こっちがらとかではありません。2つで神楽と読みます。例えば、今日という漢字は、この2つの漢字で今日と読みます。それと一緒です。
そして神楽に坂という漢字がついて神楽坂と読みます。ここ、いい雰囲気ですね。神楽坂前田と書いてあります。ここには加賀と書いてあります。加賀は石川県の昔の名前です。石川県はここにあります。例えば、東京や埼玉は昔は武蔵という名前でした。私の住んでいる山梨は甲斐という名前でした。そして石川は加賀でした。その加賀は前田家のものでした。つまり、このお店は石川に関係があるお店ということです。私の娘は石川に住んでいます。なので、このお店に入りたくなりました。ここでお昼を食べます。すいません。撮影してもいいと言っていただけました。ありがとうございます。お店の人は着物です。和ですね。ここは個室です。広い個室に一人でゆっくりできました。お昼が来ました。こちら金地草で、あと湯葉のべっこあんかけでわさびが乗っております。こちら卵焼き。金地草、初めて聞きました。加賀野菜なんだそうです。では、いただきます。これが金地草です。初めて食べました。美味しかったです。他の料理もどれも美味しかったです。ここはお昼は予約をしなくても入れます。でも夜は予約が必要です。夜もきっととても美味しいと思います。日本酒も飲んでみてください。お店のサイトへのリンクを概要欄に貼っておきます。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ちょっとここで箸の持ち方をお見せしますね。まず、鉛筆のように持ちます。3本の指を使います。そしてもう一本の箸をここに入れます。それからこの上に置きます。箸はこの3本の指で動かします。このお店の横の道、とっても雰囲気がありました。石畳の細い道、大好きです。
その後、カフェに行きました。カフェに行くまでにも雰囲気のあるお店がいくつもありました。ここがカフェです。神楽坂茶寮です。和のスイーツをお茶と一緒に楽しめます。見てください。この大きなかき氷。セットのお茶はこの中から選びます。さて、その後、いい場所に行きました。こんにちは。はい、そうです。こんにちは、かね先生。こんにちは。あかね的日本語教室のあかね先生が本を出しました。おめでとうございます。そのあかね先生のポップアップストアに行きました。これがその本です。お出かけというのは買い物や食事に行くことです。そこで使える会話がたくさん載っています。例えば、レッスン1はレストランの予約です。さっきのお店、神楽坂前田に電話で予約するときには、この会話が使えます。他にもホテルや病院で使える会話などが載っています。日本に住んでいる人も、日本に旅行に来る人も、これで練習できます。概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひチェックしてみてくださいね。この後、電車で帰りました。とっても暑かったけど、いい一日でした。神楽坂は素敵なところです。ぜひ行ってみてください。皆さんは日本のどの街が好きですか？ぜひコメントで教えてください。皆さんのコメント全部読んでます。とても励みになっています。今日紹介したいコメントはこれです。名前はモハンさんでいいでしょうか。前にとっても綺麗な川に行った時の動画へのコメントです。I am a beginner. Is it for me, Fumi-san? But I couldn't understand all, just 5%. Have a good luck. ありがとうございます。Thank you for the comment. I'm sorry if it made you feel discouraged. My walk and talk videos use N5 and N4 grammar. But for vocabulary and kanji, while I try not to use too complicated ones, I don't limit them to N5 and N4 levels. So if you are a total beginner, it must be difficult. But if you continue learning, you'll reach that level. So please don't be discouraged and keep learning. 一緒に頑張りましょう。Lastly, let me talk about my subscription course. The reason I switched to English now is that the course is taught in English. In this course, you can learn about Japanese phonetics, including pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation.
I believe that having this kind of knowledge is crucial for effectively improving your pronunciation, especially if you're an adult. Understanding the theory can be much more helpful than simply listening to a lot of content without focus. While I do recommend immersion, I think it's more effective if you also have a good grasp of Japanese phonetics. I recently added a premium plan which includes 2 private sessions with me. Since the number of available spots is limited, please check it out soon if you're interested. The link is in the description. You can also join my newsletter through the same link. では、今日はここまでです。この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それから友達に勧めてもらえるとすごく嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。